大阪天満橋にありますブーランジェリー福島の福島です。今日はお店でも人気のグリーンオリーブとセミドライトマトのフォカッチャを作っていこうと思います。よろしくお願いします。はい、まず粉の中に今回はオールインって言いまして全部一気に入れていきます。ではまずお塩、お砂糖、ここで一回軽くだけ合わせてあげます。はい、そこにインスタントドライイースト、はい、これも入れていきます。はい、あとはマッシュポテト、これはちょっと隠し味でして乾燥しやすいフォカッチャをちょっとこのでんぷんを持たせることによってもっちり、そして商品の劣化を防止するために入れます。マッシュポテト、はい、そこにエキストラバージンオリーブオイル、あとは分量のお水、はい、ここからしっかりこねていきます。まずボウルの中で今入れた材料をしっかり粉に吸わせていきます。下に粉がたまりやすいのでしっかりカードを使って下の粉を上に持ち上げてしっかり粉に今入れた材料を吸わせてあげます。はい、ボウルの中の粉気がだいぶなくなったのでここまで来たら次麺台の上に出してしっかり力を加えてこねていきます。その時は必ず手の指の間に生地が入らないように手のひらでしっかり体重を乗せてこねていきます。ではいきます。しっかり自分の体重をかけて麺台と生地にしっかり体重を乗せていきます。手のひらを使ってこするような感じですね。最初はすごくベタベタするんですけどこねてるうちにだんだんパン生地にグルテンが出てくるのでそうするとひとまとまりになって扱いやすくなると思います。しっかり最初だけ我慢ですね。しっかりこねていきます。このフォカッチャ生地というのは少し歯切れのいいパン生地になりますのでそこまでしっかりこねなくても大丈夫です。だいぶひとまとまりになってきましたのでここからはもっと力を入れてもっとスピードアップしてこねていきます。時折こうやって麺台に叩きつけることによってさらに力も加わって生地にグルテンができてきます。だいぶ柔らかくしっとりになってきました。目安としては歯切れのいいフォカッチャを作りたいのでそこまで薄い膜ができなくてもある程度生地がつながっていて薄い膜がパッとすぐちぎれるような感じ、これぐらいまでいけば十分です。はい、これをきれいに表面をつるんと丸めてボウルの中に入れてだいたい30度から32度の発酵機の中でだいたい50分ぐらい発酵を取っていきたいなと思います。だいぶボリュームも出てきました。もうふかふかした感じですね。中にだいぶ空気が含んでいるような感じです。今からこれを直接成形していきたいと思います。まず麺台に少し粉を振ってあげます。でカードを使って生
生地を傷めないように優しく出してあげます。ここからは今裏向いてる状態なので表を向けてあげて、軽く手のひらを使ってガス抜きです。この時も強くしてしまうと生地の表面を破ってしまったりするので、優しく優しく伸ばしていきます。あとはもう少し広く伸ばしてあげたいので、こういった綿棒を使って優しく伸ばしていきます。この時も力を加えるのではなくて、綿棒の重たさで伸びていくようなイメージで伸ばしていきます。この成形は簡単ですね。はい、これぐらい伸びたら大丈夫です。はい、これを今から鉄板に移していこうと思います。この時もせっかく伸ばしたので優しく形を崩さないように鉄板に乗せていきます。はい、これで成形は完成です。これを今からまた32度の発酵室に戻して、だいたい40分ぐらい発酵を取っていこうと思います。発酵を取ったフォカッチャ生地、だいぶふっくらしてきたと思います。これに今からオリーブオイルと具材をトッピングして焼いていこうと思います。だいたい220度上火、下火がだいたい230度で16分7分ぐらいで焼き上げていきたいなと思います。では今から仕上げに入ります。まず表面にエキストラバージンオリーブオイルを全面に塗っていきます。生地は発酵しているので大変柔らかくなっているので、塗っている時にあまり傷つけるのは良くないです。はい、全面に塗りました。じゃあそこから次、フォカッチャに穴を開けていきます。これは生地の膨らみを安定させるためと、今から具材をそこに持ち込んでいくために穴を開けていきます。はい、そこにグリーンオリーブ、これ種なしの方ですね。あとセミドライトマト、チェリートマトのセミドライトマトです。これを穴に入れていきます。ブラックオリーブでもいいんですけれども、グリーンの方が色目も綺麗ですし、味も優しい味なのでグリーンの方がちょっとおすすめです。はい、全部埋まりました。ではそこからトマトと相性がのいいオレガノ、これを全体に散らしていきます。はい、全体に散らしたら次、粉チーズでいきます。これもお好みなんですけれども、たっぷりの方が美味しいですよね。はい、これで出来上がり。じゃあ今からオーブンに入れていこうと思います。上火220度、下火が230度のオーブンでだいたい16分で様子を見ようと思います。
綺麗な色に焼き上がりました。これぐらいこんがり焼けた方がいいですね。その上に今からエキストラバージンオリーブオイルをたっぷりかけていきます。これは香り付けもありますし、オイルをパンに染み込ませることによってパンの劣化が遅くなりますね。はい、これで出来上がりです。めっちゃ美味しそうですね。そうですね、生地の中にやっぱりマッシュポテトを入れたところと、あとこれはもうセミドライトマトとオリーブ、この塩気がたまらないですよね。白ワインとかシャンパンとか、スープにも合いますけどね、ちょっと大人なフォカッチャだと思います。ありがとうございました。